のささやきの朗読やあれは今から数年前のことだ。こうして思い返している時点で、すでに普通の思い出ではない。その日集まったのは、俺を含めて4人。学生時代からの中で、肝試しだの、心霊スポット巡りだのを何度も一緒にやってきた連中だった。場所は地元では有名なハイトンネル。事故があったとか出るとかそういう話はいくらでも転がっているが、実際に行ったことがある人間は少なかった。そんなよくある心霊スポットだ。車を降りた時点で空気が妙に重かったのを覚えている。夜なのに虫の音が少なく風もない。懐中電灯をつけると光がやけに短く感じられた。その場で冗談半分に順番を決めた。先頭は俺、その後ろに蓮、聖夜、そして最後尾が雄太。誰が言い出したのかは覚えてはいないが、戻る時もこの順番だけは絶対に崩すな。そんな話になった。理由は特になかった。ただ全員がなんとなく納得をしていた。トンネルの中は思った以上に狭く湿っていた。足音が反響して自分たちの人数がわからなくなる感覚がある。後ろを振り返ると、雄太の懐中電灯だけが少し離れて見えた。途中何度か立ち止まった。水滴の音なのか足音なのかわからないような音が自分たちの動きと合わなくなっていったからだ。そして折り返すことにした。特に何かを見たわけではない。ただ全員が同じタイミングでもういいやと感じていたんだ。戻る時も順番はそのまま。少なくともその時までは。トンネルの出口が見え始めた頃、後ろから雄太が小さく笑った。その声がなぜか俺たち全員の真後ろから聞こえた。振り返った瞬間、全員が同時に立ち止まった。最後尾にいるはずの雄太がいつの間にか俺たちのすぐ後ろに立っていた。距離にして一歩分もない。さっきまで確かに数メートル後ろにいたはずなのに、誰も追い抜かれる音も足音も聞いていない。今、動いたと誰かがそう聞いたが、雄太は首を振った。ずっと後ろにいたよ。その言い方が妙に平然としていて、逆に違和感が残った。順番が崩れている。そう気づいた瞬間、最初に決めた言葉が頭をよぎった。戻る時もこの順番だけは崩すな。理由のない決まり事だったはずなのに、破った途端
空気がはっきりと変わった。トンネルの中がやけに狭く感じられた。懐中電灯の光が壁に吸い込まれるように弱くなる。湿った匂いが急に濃くなり、息を吸うたびに胸の奥がざらつく。その時、先頭を歩いていた俺の耳元で低い声がした。順番、違う。誰かがふざけて言った声ではない。音の向きがはっきりと壁の中だった。足が止まる。後ろを確認しようとして全員が同じことに気づいた。人数が合わない。俺、蓮、聖夜、そして雄太。確かに4人のはずなのに、視界の端にもう一つ影があった。懐中電灯を向けると、影はスーッと消えていった。代わりに雄太がさっきより一歩前にいる。誰も動いていないのに、誰も押していないのに。なあ、出ようぜ。蓮がそう言ったとき、出口の明かりが一瞬だけ遠のいた気がした。出口に向かって歩き出してから誰も振り返らなかった。足音だけがやけに多い。4人分よりも明らかに多い音が同じリズムで後ろからついてくる。走れば崩れる。なぜか全員がそう思っていた。だから歩く速さだけを少しずつ上げた。トンネルを抜けた瞬間、外の空気が一気に肺に入ってきた。街灯の光が異様に眩しかった。その場で全員が立ち止まり、無言で人数を確認した。俺、蓮、聖夜、そして雄太。確かに4人いる。順番は？と、聖夜が言った。思い返すと、最後の数十メートル、誰が先頭で、誰が最後尾だったのか、誰一人として思い出せなかった。車に乗り込み、エンジンをかけた瞬間、雄太が小さく息を吸った。さっきさ、と言いかけて言葉を止める。バックミラー越しに見た雄太の顔がほんの一瞬だけ知らない誰かの表情に見えた。家に着いてからグループの写真フォルダを整理していた蓮から翌日連絡が来た。それはトンネルの中で撮った動画。誰も覚えていないはずの戻る直前の映像が残っていた。画面には懐中電灯を持って歩く俺たちの4人の背中、そして最後尾に誰でもない何かがきっちり順番を守って歩いていた。その日以来、俺たちは二度と順番を決める遊びをしなくなった。理由を聞かれても
誰も答えられない。あれは私がまだ小学生にもなっていない頃の話だ。青森県北部、仮に霧の沢町と呼ばれている小さな集落で育った。夏の夕方だったと思う。裏の家に住んでいた須藤のおばさんが突然庭先で意味のわからない声を上げ始めた。怒鳴るというより、喉の奥から無理やり絞り出したような、そんな声で言葉にならない音を繰り返していた。大人たちが集まり始めた頃には、須藤のおばさんは地面に転げ回り、白目をひんむいたまま何かに向かって噛みつくような仕草をしていた。誰かが「狐だ」と言ったのをはっきりと覚えている。その瞬間、祖母が家から出てきた。いつも穏やかで怒鳴るところなんて一度も見たことがない祖母だ。祖母は何も言わず、庭に落ちていた竹か木の枝のようなものを拾い上げると、須藤のおばさんの肩や背中をためらいもなく打ち始めたんだ。殴るという言葉が一番近い。周囲の大人が止めようとはしたが、祖母は一切耳を貸さなかった。須藤のおばさんは暴れながら獣の鳴き声のような、そんな声を出していたが、数分も経つと急に動かなくなった。祖母は枝を放り投げ、静かに一言だけ言った。もう大丈夫だ。その声は普段の祖母のものだった。須藤のおばさんはそのまま気を失ったように眠り、しばらくして何事もなかったかのように目を覚ました。自分が何をしたのか全く覚えていなかったという。その夜、私は怖くて眠れなかった。昼間の光景よりも祖母の表情が頭から離れなかったからだ。怒りでも焦りでもない。どこか慣れているような、そんな顔だった。後日、母にそれとなく聞いてはみたが、昔はそういうこともあったんだ、とはぐらかされた。祖母本人に聞く勇気はなぜか最初からなかった。ただ一つ思い当たることがあった。祖母は毎年恐山の大祭に行っていた。イタコの口寄せを欠かさず見に行き、帰ってくると数日は静かに過ごしていた。祈祷師だったのか、霊媒師だったのか、そんな言葉で説明していい存在なのかどうかもわからなかった。祖母はその後も普通の祖母として生き、私が成長する頃にはあの出来事について話題にする人すらもいなくなった。そして祖母は静かに亡くなった。結局あの日のことを直接聞くことは一度もなかった。大人になってから思い出したかのように、
あの出来事が頭をよぎることがある。特に弟の嫁の話を聞いた時だった。弟の嫁はある時期から様子がおかしくなった。理由もなく叫び、部屋の隅を睨み続け、夜になると同じ言葉を繰り返す。周囲は疲れているだけと言ったが、弟は違うと感じたらしい。二人は山形県の祈祷師のもとへ行き、泊まりがけで1週間以上お祓いを受けた。戻ってきた弟の嫁はまるで別人のように落ち着いていた。弟は狐つきだと言われたと冗談めかして話をしていた。その言葉を聞いた瞬間、私は裏の家の庭と枝を振るう祖母の姿を思い出した。なぜあの人たちは取りつかれたのか。なぜ祖母は迷いもなく対処ができたのか。今も理由は分かってはいない。ただ一つ確かなのは、祖母のもう大丈夫だという言葉があの場にいた誰よりも強かったことだ。そして私は今でも青森に帰るたびに裏の家にあった場所を無意識に避けて歩いている。理由を聞いてはいけないことがこの世には確かにあると体が覚えているからだ。幼い頃に体験したとても恐ろしい出来事について話します。その当時、私は小学生で、妹、姉、母親と一緒にどこにでもあるような小さいアパートに住んでいました。夜になったらいつもの畳の部屋で家族揃って枕を並べて寝ていました。ある夜、母親が体調を崩し、母に頼まれて私が消灯をすることになったのです。洗面所と居間の電気を消し、テレビ等も消して、それから畳の部屋に行き、母に家中の電気をすべて消したことを伝えてから、自分も布団に潜りました。横ではすでに妹が寝ています。普段よりずっと早い就寝だったので、その時私はなかなか眠れず、しばらくの間ぼーっと天井を眺めていました。すると突然、静まり返った部屋でという変な音が響いたんです。私は布団からガバッと起き、暗い部屋を見回しました。しかし、そこには何もない。少しして、さっきとまた同じ音が聞こえてきました。どうやら今の方から鳴ったようです。隣にいた姉が、今の聞こえたと聞いてきました。空耳などではなかったようです。
もう一度部屋の中を見回してみましたが、妹と母が寝ているだけで部屋には何もありません。おかしい。確かに金属のような音で、それもかなり近くで聞こえた。姉もさっきの音が気になったらしく、今を見てみると言いました。私も姉と一緒に寝室から出て、真っ暗な居間の中に入りました。そしてキッチンの近くからそっと居間を見ました。そこで私たちは見てしまったのです。居間の中央にあるテーブル、いつも私たちが食事をとったり団らんしたりするところ、そのテーブルの上に人が座っているのです。こちらに背を向けているので顔まではわかりません。でも腰のあたりまで伸びている長い髪の毛、ほっそりとした体格、身につけている白い浴衣のような着物から女であるということはわかりました。私はぞっとして姉の方を見ました。姉は私の視線には少しも気づかず、その女に見入っていました。その女は真っ暗な居間の中で背筋をまっすぐに伸ばしたままテーブルの上で正座をしているようで、ピクリとも動きませんでした。私は恐ろしさのあまり足をガクガク震わせていました。声を出してはいけない。もし出せば恐ろしいことになる。その女はこちらに全く振り向く気配もなく、ただ正座をしながら私たちにその白い背中を向けているだけだった。私はとうとう耐えきれず、わーっと大声で何かを叫びながら寝室に飛び込んだ。母を叩き起こし、今に人がいると泣きわめいた。どうしたの？こんな夜中に。そういう母を引っ張って居間に連れて行った。居間の明かりをつけると、姉がテーブルのそばに立っていた。さっきの女はどこにもいません。テーブルの上もきちんと片付けられていて何もありません。しかしそこにいた姉の目はうつろでした。今でもはっきりとその時の姉の表情を覚えています。私と違って彼女は何かに怯えている様子はみじんもなく、テーブルの上だけをじっと見ていたんです。母が姉に何があったのか尋ねてみたところ、あそこに女の人がいたとだけ言いました。母は不思議そうな顔をしてテーブルを見ていましたが、早く寝なさいと言って三人で寝室に戻りました。私は布団の中で考えました。あれを見て叫び、寝室に行って
母を起こして居間に連れてきたちょっとの間、姉は居間でずっとあれを見ていたんだろうか。姉の様子は普通じゃなかった。何か恐ろしいものを見たのでは、そう思っていました。そして次の日、姉に尋ねてみたんです。ねえ、お姉ちゃん、昨日のことなんだけど。そう聞いても姉は何も答えません。下を向いて沈黙するばかり。私はしつこく質問しました。すると姉は小さな声でボソッとつぶやきました。あんたが大きな声を出したから。それ以来、姉は私に対して冷たくなりました。話しかければいつも明るく反応してくれていたのに、無視されることが多くなりました。そしてあの時のことを再び口にすることはありませんでした。あの時私の発した大声で、あの女は多分姉の方を振り向いたんです。姉はあの女と目が合ってしまったんだ。きっと想像できないほど恐ろしいものを見てしまったんだ。そう確信していましたが、時が経つにつれて次第にそのことも忘れていきました。中学に上がって受験生になった私は、毎日決まって自分の部屋で勉強するようになりました。姉は県外の高校に進学し、寮で生活をして家に帰ってくることはめったにありませんでした。ある夜、遅くまで机に向かっていると、扉の方からノックとは違う何かの音が聞こえました。かなりわずかな音です。金属っぽい音。それが何なのか思い出した私は、全身にどっと冷や汗が吹き出ました。これはあれだ。小さい頃に母が風邪をひいて、私が代わって消灯をした時の。また鳴りました。扉の向こうからさっきと全く同じ金属音。私はいよいよ怖くなり、妹の部屋の壁を叩いて、ねえ、ちょっと起きて、と叫びました。しかし妹はもう寝てしまっているのか、何の反応もありません。母は最近ずっと早寝をしている。とすれば、家の中でこの音に気づいているのは私だけ。一人だけ取り残されたような気分になりました。そしてもう一度あの音が。私はついにその音がどこで鳴っているのか
分かってしまいました。そっと部屋の扉を開けました。真っ暗な短い廊下の向こう側にある居間。そこはカーテンから漏れる青白い外の光でぼんやりと照らし出されていた。キッチンのそばから居間を覗くと、テーブルの上にあの女がいた。幼い頃、姉と共に見たあの記憶が急速によみがえってきました。あの時と同じ姿で、その女は白い着物を着て、スラッとした背筋をピンと立て、テーブルの上できちんと正座をし、その後ろ姿だけを私に見せていました。今度ははっきりとその女から聞こえました。その時、私は声を出してしまいました。何と言ったかは覚えていませんが、またも声を出してしまったのです。すると女は私を振り返りました。女の顔と向き合った瞬間、私はもう気がおかしくなりそうでした。その女の両目には、ちょうど目の中にぴったりと収まる大きさの鉄釘が刺さっていた。よく見ると、両手には鈍器のようなものが握られている。そして口だけで笑いながらこう言った。あなたも、あなたたち家族も、おしまいね。ふふふふふ。次の日、気がつくと私は自分の部屋のベッドで寝ていました。私は少しして、昨日何があったのかを思い出し、母に居間で寝ていた私を部屋まで運んでくれたのかと聞いてみましたが、何のことだというのです。妹に聞いても同じで、どうせ寝ぼけてたんでしょうが、とケラケラ笑われた。しかも私が部屋の壁を叩いた時には、妹はすでに熟睡していたとのことでした。そんなはずはない。私は確かに居間であれを見て、そこで意識を失ったはずです。誰かが居間で倒れている私を見つけてベッドに運んだとしか考えられない。でも改めて思い出そうとしても頭がもやもやしていました。ただ最後のあのおぞましい表情とにやりと笑った口から出た言葉ははっきり覚えていました。私と家族がおしまいだと。異変はその日のうちに起こりました。私が夕方頃学校から帰ってきて玄関のドアを開けた時です。いつもなら居間には母がいてキッチンで夕食を作っているはずであるのに、居間の方は真っ暗でした。電気が消えています。お母さん、どこにいるの？私は玄関から
そう言いましたが、家の中はしんと静まり返って、まるで人の気配がしません。鍵は開いているのに、かけ忘れて買い物にでも行ったのだろうか。のんきな母なので、たまにこういうこともあるのです。やれやれと思いながら靴を脱いで家に上がろうとしたその瞬間、居間の方で音がしました。私は全身の血という血が一気に凍りついたような気がしました。数年前と、そして昨日と全く同じあの音。ダメだ。これ以上ここにいてはいけない。恐怖への本能が理性をかき消しました。ドアを乱暴に開け、無我夢中でアパートの階段を駆け下りました。一体何があったのだろうか。お母さんはどこにいるの？妹は？と家族のことを考えて、さっきの音を何とかして忘れようとしました。これ以上あれのことを考えていると気が狂ってしまいそうだったんです。すっかり暗くなった路地を走りに走った挙句、私は近くのスーパーに来ていました。お母さん、きっと買い物してるよね。一人でつぶやき、切れた息を取り戻しながら中に入りました。時間帯が時間帯なので、店の中に人はあまりいなかった。私と同じくらいの中学生らしき人もいれば、夕食の材料を調達しに来たと見える主婦っぽい人もいた。その至って通常の光景を見て、少しだけ気分が落ち着いてきたので、私は先ほど家で起こったことを考えました。真っ暗な居間、開いていた鍵、そしてあの金属音。家の中には誰もいなかったはず。あれ以外は。私が玄関先で母を呼んだ時のあの家の異様な静けさ。あの状態で人なんかいるはずがない。でも、もしいたら、私は玄関までしか入ってはいないので、ちゃんと中を見ていない。ただ、電気が消えていただけ。もしかすると母はどこかの部屋で寝ていて、私の声に気づかなかっただけかもしれない。何とかして確かめたい。そう思い、私は家に電話をかけてみることにしました。スーパーの脇にある公衆電話。お金を入れて震える指で慎重に番号を押していきました。受話器を持つ手の震えが止まりません。1回、2回、3回。コールの音が頭の奥まで響いてきます。ガチャッと誰かが
電話を取りました。私は息を飲んだ。耐え難い瞬間。もしもし、どなたですか？その声は母だった。その穏やかな声を聞いて、私は少しほっとしました。もしもし、お母さん？あら、どうしたの？今日は随分と遅いじゃない。何かあったの？私の手は再び震え始めました。手だけじゃない。足もガクガク震え出して、立っているのがやっとでした。あまりにもおかしいです。いくら冷静さを失っていた私でも、この異常には気づきました。なんで？お母さん。え？なんでって何が？ちょっと、大丈夫？本当にどうしたの？お母さんが今、こうやって電話に出れるはずはない。私の家には今にしか電話がないのです。さっき今にいたのはお母さんではなく、あの化け物だったのに。なのにどうしてこの人は平然と電話に出ているんだろう。それに今日は随分と遅いじゃない。と、まるで最初から今までずっと家にいたかのようなあの言い方。私は電話の向こうで何気なく私と話をしている人物が得体の知れないもののようにしか見えなかった。そして乾ききった口から何とか絞って出した声がこれだった。あなたは誰なの？え？誰って。少しの間を置いて返事が聞こえた。あなたのお母さんよ。ふふふふ。長距離ドライブの途中で俺たちは小さなパーキングに立ち寄った。高速の下り線、地図にもほとんど載っていない古い場所だった。時計は午前2時を回っている。売店の明かりは落ち、自販機の明かりだけが青白く光っていた。相棒の遠藤は眠気を訴え、車の中で目を閉じた。俺は一人でトイレに向かった。駐車場の奥、雑草の陰に埋もれるようにコンクリートの小屋がポツンと立っていた。近づくと看板の文字が半分剥がれている。清掃中ではなく閉鎖中。だがドアは開いていた。錆びた長板がかすかにきしむ。中は異様に冷えていた。外よりもずっと湿った空気。蛍光灯が一灯だけついていて、時折明滅する。
このトイレのご利用はご遠慮くださいと読めた。だがインクがにじんで遠慮の部分だけが黒く塗りつぶされている。個室は3つ。一番奥のドアだけが半開きになっていた。中からかすかに水の滴る音がする。天井から漏れているのかと思い手を伸ばしかけたとき、シーと小さな声が聞こえた。誰かが中にいる。俺は慌てて一歩引いた。だが他の個室の扉も同じ音で静かに閉まった。それはまるで息を合わせるように。耳鳴りのような静寂の後、便器の奥から泡のような音がした。それがだんだんと近づき、個室の隙間から白い指がゆっくりと伸びてきた。水でふやけたような皮膚。その指が床をつかむと、タイルの目地がぬるりと歪んだ。後ずさりをする俺の足元に水が流れ出した。下水の匂いではない。生温かく鉄のような匂い。背後の出口に手を伸ばすとドアが開かない。外から誰かが押さえているようだった。ドアノブを何度回してもびくともしない。外から押さえられているのか、それとも内側で何かが絡みついているのか、じわじわと手の中に伝わってきた。誰かいるんですか？声を出した瞬間、蛍光灯がふっと消えた。真っ暗になった個室の向こうで水の音が止まる。その代わりに何かが床を這う音が近づいてくる。ぬるりぬるりと。暗闇の中で何かが壁に沿って動いていた。かすかな光が残る非常灯の下、床に黒い跡が続いている。まるで人の手形のように5本の指がべったりと並んでいた。その跡が一つまた一つと増えていく。俺の足元のすぐ手前で止まり、音が消えた。息を止めたまま動けずにいると、次の瞬間、すぐ脇の個室のドアが内側から大きくへこんだ。響いた衝撃音に反射的に後ろへ下がる。背中が壁にぶつかり、冷たさに息が漏れた。すると真後ろの壁が呼吸をした。膨らんではしぼむ。その度に壁紙が剥がれ、裏から白いものがにじみ出してくる。布ではない。皮膚のようなもの。それがずるりと剥がれると、壁の隙間から濡れた黒髪が垂れた。1本、2本、次第に束になって床を這う。やがて
天井の換気口からも髪が降りてきた。頭がある。逆さまの人の顔が髪の間から覗いていた。白目が開いている。瞳孔が震えながら俺を見ていた。ここ、開けちゃダメ。声は耳元でささやかれたが、顔は天井にある。息がかかるほど近いのに全く気配がない。俺は思わず個室のドアに体当たりをした。バキンと音を立てて開いた。だがそこは空っぽだった。便器の中に泡のようなものが浮かび、ゆっくりと人の形に変わり始めていた。俺は個室を飛び出し、通路を駆け抜けた。足音が響くたびに、背後の便器から水が流れる音がする。すべての個室の中で誰かが同時に立ち上がるような湿ったブクブクという音。ドアに体当たりをすると、ようやく外の焼きが流れ込んできた。冷たい風。助かった。そう思った瞬間、違和感に気づく。駐車場が静かすぎる。エンジンの音も、虫の声も、風の音すらしない。まるで音という概念が切り取られたような空間だった。車に戻ると遠藤の姿がなかった。運転席のドアが開け放たれ、中から湿った足跡が続いている。向かう先はあのトイレ。さっき閉まっていたはずのドアが今は全開になっていた。中は真っ暗で床一面が水浸し。その水面に遠藤のジャケットが浮かんでいた。遠藤と声を出した瞬間、天井の換気口が動いた。ずるりと髪の束が垂れ、そこから人の腕のようなものが落ちてくる。皮膚がふやけ、指が何本も重なっている。腕は床に落ちると、その中に沈まず、滑るように動いた。その後を追うように、壁のタイルが次々と膨らみ、中から白い顔が押し出されてくる。口は開かず、ただ一斉に目だけを動かしていた。トイレ全体が呼吸をしている。壁も床も天井も全部がそれの体の一部だった。俺は逃げるように外へ出る。駐車場の奥に新しいトイレ塔が見えた。明るく清潔そうな建物。そこに駆け寄る。だが入り口のドアを開けた瞬間、中から同じ冷気と匂いが吹き出した。蛍光灯の下、タイルの床に俺の足跡がもうついていた。まだ一度も
踏み入れていないのに。背後で風が鳴る。振り返ると古い方のトイレはもう見えなかった。駐車場のどこを見てもそこにあったはずの小屋は消えている。代わりに自販機の明かりが点滅していた。その反射の中、ガラスに映るトイレのドアがゆっくりと開いた。恐山に泊まりで行くと決めたのは、日帰りでは味わえない空気を知りたいと思ったからだ。境内の近くには参拝者向けの宿坊がいくつかある。年季の入った木造の建物で、廊下は細く、部屋はどれも簡素だと聞いていた。案内された宿坊は外観こそ古びていたが、玄関をくぐると畳の匂いと薄い線香の香りが静かに混じり合っていた。受付を済ませ、2階の端の部屋に通された。障子を開けると小さな窓から境内の一部と遠くの山の稜線が見える。部屋の真ん中には布団が一組敷かれており、隅には低い机と湯飲みが2つ置かれていた。壁は薄く、廊下を歩く足音や他の部屋の襖が開け閉めされる音が柔らかく伝わってくる。それでもここだけ時間の流れが切り離されているような密度の違う静けさがあった。夕食を済ませた後、境内を一周し、風車や地蔵に手を合わせてから部屋へ戻った。外はすっかり暗くなり、宿坊の廊下には天井に取り付けられた小さな照明だけが点々と灯っている。人の気配はほとんどなく、遠くの部屋でかすかに話し声がするほかは、建物そのもののきしむ音だけが耳に残った。布団に横になり明かりを消す。天井の木目が暗闇の中でゆっくりと溶けていき、やがて見えなくなる。目を閉じても頭のどこかで恐山の白い砂地と硫黄の匂いだけがくっきり残っていた。うとうと仕掛けた頃、遠くで襖の開く音がした。それに続いて廊下をトントンと歩く足音が一定の間隔で近づいてくるのが分かった。足音は急ぎもしなければためらいもしない。誰かが用事を済ませに歩いているというより、決まった順路をなぞっているような律儀さだった。音は一度俺の部屋の前あたりで止まった。襖一枚を隔てた向こう側で畳がわずかに沈む気配がする。息を殺して耳を澄ませている間に、足音はまた何事もなかったかのように通り過ぎていった。二度目に足音に気づいたのは真夜中だった。目を覚ましたきっかけが何だったのかは自分でもわからない。ただ部屋の空気が一段冷え、布団の中の温度だけが取り残されているような違和感があった。
耳を澄ますと、廊下のずっと奥の方で、先ほどと同じ足音が聞こえ始めていた。トン、トン、トン。履き慣れた足袋で畳を踏むような乾いた軽い音だった。その一定のリズムは迷いもなくこちら側へ近づいてくる。途中で止まることも他の部屋の前で揺らぐこともなかった。やがて足音はまた俺の部屋の前で止まった。襖一枚の向こう側で床板がきしむ。誰かがそこで立ち止まり、こちらの気配を伺っているような長さだった。声をかけるべきか迷い、喉がひりつく。結局何も言えないまま時間だけが流れる。やがて今度は一歩、また一歩と襖に沿って横へ移動する音がした。部屋の端から端までゆっくりと壁をなぞるように足音が動く。まるで薄い板一枚を挟んだこちら側の空間の形を確かめ直しているかのようだった。足音が完全に遠ざかるまで布団の中で身じろぎ一つできなかった。明かりをつける勇気も出ず、闇の中で耳だけがやたらと冴えている。ようやく眠りに落ちたのはかすかな鳥の声が聞こえ始める頃だった。翌朝、廊下に出ると板の表面に細かな擦り傷がいくつも走っているのに気づいた。ここが古い建物であることを考えれば不自然ではない傷だが、俺の部屋の前だけ畳との境目の部分が集中的に白く削れていた。宿の人にそれとなく夜のことを尋ねると、遅くまで起きていた人はいなかったはずですよ、とだけ返ってきた。その言い方は否定とも肯定ともつかない、どこか言葉を選んだような響きを含んでいた。その返事を聞いたとき、自分が口にした足音という言葉だけが畳の上に取り残されたような気がした。言葉の重さに宿坊そのものがわずかにきしんで応えたような感覚があった。2泊目の夜も同じ宿坊に泊まることになっていた。日中は恐山の別の場所を回り、地蔵や岩場を見て歩いた。夕方、宿に戻る頃には足の疲れと一緒に昨夜のことも少し薄れかけていた。それでも廊下の自分の部屋の前を通る時だけ視線を足元から離せなかった。その夜も早めに布団へ入り、明かりを落とした。建物全体がゆっくりと沈んでいくような静けさの中で壁の向こうの気配を探る。最初のうちは何も起きず、遠くの部屋からかすかな咳払いが聞こえる程度だった。どれくらい時間が経った頃か、廊下の奥であの足音が始まった。昨夜と同じ速さ、同じ高さの音だった。違うのは足音が一度も途切れずに
まっすぐこちらへ向かって来ているとわかることだった。音は部屋の前で止まらなかった。襖の前を通り過ぎた後でピタリと消えた。代わりに布団のすぐ横の畳がふわりと沈む。誰かがそこに立っている時特有の静かな重みだけが伝わってくる。沈黙の中で自分の呼吸だけが不自然に大きく聞こえる。その淵をなぞるようにして畳を踏む音がごく小さく布団の周囲を回り始めた。トントントン。足音は枕元から足元へ、足元から再び枕元へと円を描くように移動をする。決して布団の上には乗ってこない。ただ布団の端ギリギリを何度も確かめるように踏んでいく。やがて足音がピタリと止まった。次の瞬間、掛け布団の端が指で押されたように沈んだ。そのくぼみはそのまま戻らなかった。明け方、恐る恐る布団をめくると、畳にはあと一つ残っていない。けれど、布団の端だけが内側へ折れ曲がり、誰かの足の形をなぞったような角度のまま固まっていた。俺は宿を立ち、自宅に戻った夜、廊下の電気を消して寝室へ向かうとき、背後でトントンと小さな足音が2歩だけついてきた。振り向いた先には何もなかったが、板の一部が宿坊と同じように白くすり減っているのが薄い明かりの中で見えた。大学時代の友人に誘われて参加した地方の観光バスツアー。紅葉と旧鉱山跡を巡るコースとパンフレットに書かれていた。週末限定の特別ツアーらしく、料金も安かった。俺は興味本位で申し込んだが、集合場所でパンフレットを持っているのは俺だけだった。添乗員に聞くと、あ、それはもう配布していないんです。と笑っていた。なんとなく気になったが、そのまま乗車した。出発をしてから1時間。車内のガイドが抑揚のない声で案内を始めた。最初の目的地は鶴の淵鉱山跡です。長く封鎖されておりましたが、地元の協力により一部が一般開放されました。その声がどこか機械的で原稿を読んでいるように感じた。周りの乗客は皆無言で、どこか表情が硬い。俺は座席の隙間から覗き込むように前を見たが、運転手の後ろ姿がやけに小さく見えた。峠を越え、トンネルを抜けた瞬間、風景が急に変わった。紅葉の参道のはずが、灰色の岩肌がずっと続いていた。廃墟のような建物が並び、
看板の文字は消えている。ガイドが言う。こちらが鶴の淵鉱山跡でございます。だが、その声が終わる前に、窓の外の建物が音もなく消えた。まるで霧の中に溶けるように跡形もなく。今、見えましたよね。俺が隣の男に声をかけると、彼はきょとんとした顔で、何がですと答えた。窓の外には何もない岩肌だけが広がっていた。運転手がバックミラー越しにこちらを見て、ゆっくりと口角を上げた。その瞬間、俺は寒気を感じた。理由もなく、体が、ここは違う、と言っていた。昼前に二つ目の目的地へ向かった。幻の滝という名の滝を見に行きます。とガイドが言った。俺はその名前に違和感を覚えた。パンフレットには白羽の滝と書かれていたはずだ。俺はバッグからそれを取り出して確かめた。確かに白羽の滝。だが同じページの写真が違う。昨夜見たときは緑の山間の滝だったのに、今は灰色の岩壁が写っている。ねえ、これ変わってませんと隣の男に見せたが、彼は笑って、最初からそれでしたよと言った。どう考えてもおかしい。滝の名前も写真も説明文まで変わっている。まるで別のツアーにすり替わっているようだった。到着して外に出ると冷たい風が吹いた。視界の先には確かに滝があった。ただそれは動いていたんだ。岩の間から流れ出す白い筋が滝というよりも何かが這い降りているようだった。目を凝らすとそれは水ではなかった。白く濡れた腕のようなものが無数に重なり合っていた。添乗員が笑顔のまま、ごゆっくりご覧くださいと言い、俺の肩を軽くポンと叩いた。その手が異様に冷たかった。他の乗客たちはまるで催眠にかかったかのように無言でカメラを構えていた。シャッター音が続く。俺も写真を撮った。だがモニターに映ったのは滝ではなくバスの車内。自分が座っていた席が暗い車内にポツンと映っていた。その後すぐに出発した。ガイドが言った。次はハイトの展望台です。パンフレットにはそんな場所載っていない。俺はふと運転席のミラーを見た。
そこに映る乗客の顔が一人、二人とだんだん少なくなっていった。ハイトの展望台。その名前の通り、そこは街を見下ろす高台に立っていた。だが、下に見えるはずの街がなかったんだ。ただ、灰色の地面がどこまでも続き、瓦礫のようなものがぽつり、ぽつりと転がっている。風が吹くたびに乾いた音を立てて崩れた。俺はカメラを構えたが、ピントが合わない。液晶画面の中で風景が波打つように歪んでいた。ガイドが小さくマイクを握りしめたままこう言った。この街はかつて地図から消されました。けれど今も訪ねてくる方がいらっしゃるんです。背中に冷たい汗が伝った。他の乗客たちは無言のまま全員が同じ方向を見ていた。その視線の先に古びた観光案内板がそこにあった。そこには鶴の淵鉱山跡と書かれていた。最初に訪れたあの場所の名前。だが板の上には灰と展望台という文字も重なっていた。まるで同じ場所の別名のように。バスへ戻ると空はもう夕方の色だった。帰り道、車内で再びガイドが話し始めた。最後に立ち寄った幻の滝はいかがでしたか？俺は言葉を失った。あの滝を見た。あの異様な光景を。確かに。だが、隣の男が笑いながら言った。滝なんてなかったじゃないですか。ホテルに戻り、写真を確認した。どれもただの山と道路しか写っていない。滝も鉱山跡も展望台もなかった。ただ一枚だけ。最後列の座席から撮ったと思われる一枚に、窓ガラス越しにこちらを見ているガイドの顔があった。笑っているのに目が真っ暗だった。俺は翌朝旅行会社に問い合わせた。鶴の淵鉱山跡ツアーの件で話があります。受話器の向こうで担当者が言った。申し訳ありませんが、そんなようなツアーは弊社では企画しておりません。机の上のパンフレットを見た。表紙の文字がいつの間にか変わっていたんだ。紅葉と旧鉱山跡を巡るツアーではなく、こう書かれていた。消えた観光地を巡る旅。俺がこの仕事を始めてもう15年になる。あの
山越えルートの出来事は、その中でも一番説明のつかない夜だった。深夜3時前、いつも通り3台で峠を越えていた。先頭が田島、真ん中が俺、最後尾が岡野。仲間内じゃ定番の組み合わせで、長距離でも気を抜けるメンツだった。谷合の道は真っ暗で、霧が強い夜はライトの明かりだけが頼り。ハンドルを握りながら無線でたわいもない話をしてた。また鹿が出たぞ。ガードレールぐにゃぐにゃだな。そんなたわいもないやりとりだ。けどその夜だけは様子が違った。岡野の声がやけに遠くから聞こえたんだ。同じチャンネルのはずなのに、まるで無線の向こう側じゃなく、谷底の方から帰ってきているような、そんな響きだった。トンネルに差し掛かったのはその少し後。俺が抜けてミラーを確認した瞬間、岡野のヘッドライトが消えていた。あの一本道で急に見えなくなるなんてありえない。岡野、聞こえるか？ノイズ混じりの無線からザーッという音が帰るだけ。田島も呼びかけたが沈黙が続いた。俺は路肩に車を寄せて止め、外に出た。霧の冷気が顔にまとわりつく。見えるはずの赤いテールランプもどこにもなかった。霧の中に立っていると、エンジンを切ったトラックの熱がゆっくり冷えていく音が耳についた。谷底から吹き上がる風は生ぬるく、夜なのに湿った匂いが鼻に残る。ヘッドライトをハイにして道の先を照らした。白い壁のような霧が光を飲み込んでいく。岡野、どこだ？声を張っても帰ってくるのは自分の声の反響だけだった。舗装路にタイヤ痕が2本くっきりと残っている。だがその後は途中でふっと途切れていた。ブレーキをかけた形跡もなく、ただ霧の中へと消えている。俺はおかしいと思いながら無線をもう一度入れた。岡野、応答しろ。どこまで行った？という雑音の後、かすかにしたという声が混じった気がした。だが確信は持てない。ノイズの中で幻聴みたいに響いただけだった。田島が少し遅れて戻ってきた。どうした？岡野、見えねえのか？俺がうなずくと、二人で懐中電灯を持って路肩を歩いた。そこから先はガードレールもない。
下を覗き込むと、霧の奥に黒い影が動いた気がした。人かと思ったが、光を当てると何もいない。戻ろう。ここは危ねえ。田島がそう言った瞬間、無線から短い音が鳴った。マイクを押す時のあの音。だが、誰もボタンを触っていない。続けて、岡野の声がした。荷台、誰か、乗ってる。俺と田島は顔を見合わせた。次の瞬間、無線はノイズごと途切れた。どれだけ呼びかけてもそれっきりだった。岡野の消息はそれきりだった。警察も消防も出たが、霧が濃すぎて夜のうちは捜索ができず、翌朝ようやく現場を見た。ガードレールに接触した跡もなく、谷底には何も見つからなかった。ただ、崖の途中に引っかかったような白い布が一枚、風に揺れていたという。それは岡野の作業服だった。結局、トラックごと行方不明。運送会社は事故扱いにして処理を進めたが、現場を見た俺にはあれがただの事故には思えなかった。あの夜の無線の声が今でも耳に残っている。荷台、誰か乗ってる。3日後の早朝、営業所に一本の連絡が入った。無人のトラックが戻ってきている。と。ナンバーは岡野のものだった。キーも差しっぱなしで、エンジンは切れている。だが、メーターの針は走行中の位置で止まっていた。俺と田島、それに所長で確認に行った。車体は泥だらけで、フロントに枝や草が絡みついている。それなのに、タイヤには擦り傷一つなかった。ドアを開けると、運転席には誰もいない。ただ、座席に何かが長時間座っていたように沈んでいた。問題は荷台だった。開けた瞬間、冷たい風が吹き出した。積んでいた段ボールは全部そのまま。けれど、一番奥、そこだけ荷物が押しのけられ、床のほこりが人の形に抜けていた。横たわるような形で、膝の位置、腕の位置まではっきりわかる。俺は思わず後ずさった。田島は顔を引きずらせて、こりゃ、冗談じゃねえ。と、つぶやいた。その時、無線機のスイッチが勝手に入った。ピッという音の後、雑音の中から短い声がした。もう、すぐ。
誰も触っていない。俺たちは顔を見合わせ、何も言えなかった。それから岡野のトラックは廃車にされたが、積み荷の中にだけ妙な記録が残っていた。最後の納品リストに存在しない取引先の名前。そしてその住所はあの峠のふもとだった。社の奥で待つ者。夏祭りの準備が佳境に差し掛かった頃、知り合いの巫女が体験したという出来事だ。彼女は社務所の片付けを一人で任されていた。境内にはもう人影はなく、夜風に揺れる提灯の火だけが明滅していたという。吐き清められた石段を歩くたび、砂利がわずかに擦れる音が響いた。社の奥、普段は開けない扉の前に近づいたとき、ふと風鈴のような細い音がした。だが、そこに吊るされているはずの鈴は動いていなかった。その瞬間、背後で草履の底が砂利を踏む感触がした。振り返ったが、誰もいない。耳にまとわりつくように低いささやきが聞こえた。まだいると。あまりの近さに誰かが真後ろに口を寄せているとしか思えなかったという。心臓が大きく打ち、逃げ出そうとしたが、足が石畳に縫い付けられたように動かなかったそうだ。ただ、社の奥へ見えない何かに導かれるように進まされていくようだ。扉の前に立ったとき、不自然な静けさが訪れた。境内に残っていたはずの虫の声がすべて消えたんだ。鍵はかかっていない。少し押すと、ギーッと古い木が鳴く音を立てて扉が開いた。そこは暗闇だった。灯籠の明かりも届かない。なのに奥から白い装束を着た影が立っているのが見えたという。顔は布のようなもので覆われており、細い手だけが胸の前で合わされていた。その影がかすかに首を傾けた。来てくれたのか、と声は確かに聞こえた。だが、口は動いていなかった。彼女は必死に後ずさった。だが、扉の外に戻ろうとした瞬間、背中に何かがぶつかった。それは人の手のような硬さ。振り返ると、そこにはもう一体影が立っていた。影は二体、彼女を挟むようにしてじりじりと近づいてきた。どちらも白い装束。だが裾は土に濡れ、泥にまみれて垂れ下がっていた。頭を覆う布の隙間から光のない目が覗いていた。その目と視線が合った瞬間、呼吸が苦しくなった。胸を締め付けられるような、そんな圧迫感で肺に空気が入らなかった。必死に喉を震わせて祝詞の断片を思い出す。声にならない声を絞り出したとき、影たちの動きが突然止まった。しかし次の瞬間、背後の闇から細い腕が
何本も伸びてきた。冷たく湿った感触が首や肩に絡みつき、引きずり込もうとする。必死に抵抗したが、視界はかすみ、意識が途切れそうになった。気づけば、彼女は境内の石畳に倒れていた。提灯の火がパチパチッと揺れ、虫の声も戻っていた。だが、体のあちこちには赤黒い跡が残っていた。手形のように。後日、宮司にその話をしたところ、彼は険しい顔をして、こう言った。社の奥には、昔払えなかったものが封じられている。それは決して開けてはならぬ場所だ。その言葉を裏付けるように、奥の扉には固く閉じられた結界が再び貼られた。だが彼女の腕には今も焦ない跡が残っている。まるでまだここにいると刻まれた印のように。